4に行きます。すごく楽しいっていうよりも苦しい勉強の場だったんです。やっと今楽しみの場という感覚が生まれてきたような。本当に来てくれてるお客さんにこれからも感謝して、このお店をやっぱり残していきたいので。前日から入れて準備してます。ちょっと柔らかくなってから混ぜた方がやりやすいので。夜のメニューで出してるんですけど、グリル焼きというか、塩コショウとレモンでシンプルに。
これが七面鳥ですか？そうですね、普通に売られてるやつだいぶ大きいですね。この皮分厚いですし、これという形です。七面鳥使う理由ってあるんですか？やっぱり食べてみて美味しかったっていうのもそうですけど、地元のものをできるだけ使ってお客さんに喜んでもらいたいっていうのが一番ですね。こっちの方、これは前よりまあちょっと一個これにしようか。見たりとか。今入れた食材はニラと白菜ですか？野菜はニラだけですね。分かった。あと10分。ローストポーク焼く？はーい。よし君食べる？私ははいはいはい。油の出具合。ちょっとずつ出てきたけど。
調味料はどんな調味料ですか？これは、砂糖、塩、あとニンニク、生姜、酒、薄口醤油とか。沸騰したら弱火でだいたい2時間ぐらい煮ますね。いや、私バイクや。だいたい自分はそこに。1枚だけあったらこれ。というかね、下がくっついちゅう。はい、ちょっと見て。はい、はい。あそこなん。
この柄はどれぐらい煮込むんですか？これはね、オープンになったら大体完成してます。早いですね、鶏ガラは豚骨と違って。いつもは豚骨でやってるんですけど、豚骨はだいぶかかるんで、まあ1日以上、継ぎ足し継ぎ足しみたいな感じでやってるんですけど。まあ見た目あっさりしてるんですけど、なんていうんですかね、本当に味がついてるような、スープに本当に味をつけたような旨味が強いですね。他の鶏ガラと比べて。あと油がすごい美味しいですね。キムチかミンチって感じでやっぱり皆さん大好きなんで、それに最近ホルモンとか、筋とかトッピングしたのがよく出てますね。年齢の高い人とかはもう味噌醤油塩とか普通の感じがまあ皆さんお好きやと思うんですけど。メモリがちょっと動かします。ミンチが18キロぐらいかな、1回に作るのが。それがだいたい 2週間ぐらいです。ここ持ってくる？卵とかもいっぱい切っておいてください。で、全部終わったら、はい。何？希釈？
ころ。これはたたきなんですけど、さっきのオーブンで焼いてたローストポークをたたき風に仕上げて、このおつまみメニューとして。これで今まあこんな感じで、あともうちょっとお汁が減るぐらいまでに煮るんで、あと1時間ぐらいは待ちます。あ、ここへ普段通り置いてもらっていいですか？使えるところは全部使ってって感じで、捨てないように全部のものこんな感じです。豚骨の時入れる。ああ、そのくずは入れるけど、あ、くずよ。生姜とかそんなのはこんな感じで切って入りすぎたらこんな感じです。すぐ多分しちゃう。
はい。うん、ちょっとすぐやる。はい。はい。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。中は全然大丈夫です。はい。池田さん。出ます。キムチいきます。はい、カウンターロ。あと1枚。あ、ある。ここにない。今、全部で3枚か。はいはい。はい。ね、あれはええ。じゃあミンチカツ。これ上。はい。はい。とかつ。はい。はい。そかちゃんのね。で、ミンチカツ、味噌カツ、はい、餃子も出ます。はい。料理出ます。はい。じゃあこっちかな。武田さん、味噌カツ大カウンター1。はい。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。どうぞ。何番と唐揚げ入れます。お願いします。レバーの定食です。お願いします。さあもうちょっとかかるね。いらっしゃいませ。
ムチ。はい。お願いします。じゃあこれははいはい、すいません。これはね、カウンターの1です。はいカウンター1。どうも。はい、OK です。なんかはい、お願いします。はい。3番の定食 B4。B4 に行きます。はい。はいチャーハン2つ B の2はい B の2。これいったねこれ行きました。ね塩はいもっとキムチがチャーハンお願いします。はーい。時に焼き飯また振っちゃったらいいかもしれんね。ありがとうございました。はい、これ S 餃子です。B の2。ありがとうございました。はい、お伺いします。ラーメン出します。1個普通キムチ。お願いします。はい。 B の2ですね。醤油ラーメンが2つで1つ普通キムチトッピング。はい。じゃあ半チャーム2個ありますので。はい。あ、よし。このまま入れるわよ。いらっしゃいませ、どうぞ。こういうこともいいさ。はい B3。これできるけど、あと入れちょこうか。はい。ありがとうございます。はい。今日は何を召し上がられたんですか。味噌カツとキムチ半チャーハン。やはり間違いないお味ですか。よく来られますか。そうですね、月に2回とか、なんというか、美味しいハマる味というか。ありがとうございました。お気をつけて。これ一応やね違うで、これ味噌カツと味噌あ、焼きそうか味噌やからごめんなさいとりあえず唐揚げ入れてもらって。ございました。どうも。はい、お願いします。A3。で、次は A の2いきます。 A の2。はい、味噌ラーメン。はい。焼き飯 OK。唐揚げ入った。チキムチ。
通の唐揚げのサラダと一緒ぐらい。はい。はい。はい、餃子 B の1です。小谷君 A の2。あ、こんにちは。はい。あ、もう食べられました。あ、塩ラーメン大盛りで。あ、本当ですか。美味しい餃子。美味しいですか。大盛り熱で。スイーツ今回何をご注文されたんですか。3本の大盛りです。よく来られますか。時々今の新しいお店になる前に古いお店の時からでその時唐揚げはもうすごく美味しくて、これからですね。うわ、こんで。ミンチをね、こう。じゃあ、ヨウさんやろうか。やってください。はい。それならこちらにあります。A の1いきます。ホルモンを生のやつを一回湯煎にかけてやります。あ、はい、お願いします。はい、お願いします。ラーメン召し上がっていかがでしたか。美味しかったです。何を召し上がりました。醤油ラーメンと味噌ラーメン。何ヶ月でいらっしゃいますか。1ヶ月。1ヶ月。美味しいラーメン食べれたらいいですね。美味しくなったらまた長野さん伝えてください。ありがとうございます。ありがとうございました。お願いします。
ます。半ちゃんある？入れます。今回使ってた七面鳥の柄のこれターキーレッグなんですけど、これお肉がついてるバージョンのやつで、これもめちゃくちゃ美味しくて、近くの大野にって場所があるんですけど、そこの、岡田食品センターってとこでお肉買えますので、あとネットにねあるんで、ちょっと検索してもらえば、はい。もうちょっとしたら色がつくと思う。お酒がすごい好き。じゃあ、ヨウさんやろうか。はい、これ2つと。失礼します。
さんをやりたいと思って私実はやってないんです。商売をやりたいと思って商売人になりたい、経営がしたいと思ってやったんですよ。それはラーメン屋だったわけで、自分が選んだのがラーメン屋だって、やったことない料理とか、あととにかく従業員の人にいっぱいに助けられないとできないような大きさにしてしまってすごく楽しいっていうよりも苦しい勉強の場だったんです。やっと今楽しみの場という感覚がなんか生まれてきたような感じですね。いろんなことを今までしてきてちょっと変わったお店だったんで、これからもいろいろとやりたいことを挑戦してやっていくと思うんですけど、料理好きなんでとにかくそれを追求してやっていくと、息子がねやってくれて楽しくやれたらいいかなってそんな感じです。2代目のプレッシャーってありますか？いやー、すごいありましたね。すごいプレッシャーあったんですけど、楽しいことだけ考えていこうと思って、で自分のこの好きな生まれ育った場所で、釣りがすごい好きなんですけど、釣り行ったりいろいろしながら料理できて、楽しいことばっかり考えてたら、意外とそのプレッシャーっていうのは少しずつ消えていきます。僕自身が何かを作り出すのがすごい好きで、やっぱり自分料理好きやなと思って、関西の方に就職するときに料理の知識決めて、いろんな先輩方のおかげで料理が好きになれた。料理の本質みたいな大事なところ、いろんなところを教えてもらいました。こっちに帰ってきて約4年から5年ぐらいずーっと料理のことばっかり考えてずーっとやってきたんで、毎日いろんなもの作ったり、家でも作ったり小さい頃の夢も叶って、そうですね、大きな奈々子さんの店舗も、これからもますますそうですね、みんながいてくれてるおかげで営業できてるんで、みんなに感謝しながら、スタッフと家族に支え合って、来てくれるお客さんここまで来るのにご苦労もあったかと思うんです。ますますさらに味の追求深めて、高知の人たちの食を満たしてもらえるように陰ながら応援しておりますので、頑張ります。はい、お伺いします。ラーメン出します。